どうも皆さんこんにちは。ロックンクローラーズです。今週も週刊 RC クローラーをやっていこうと思います。今週はねトピックが多いんですよ。なんでねちょっとちゃちゃちゃとやっていこうと思います。ちょっと順不動でやってきますね。まずはですねこちらですね、アキシャルから SCX-103、ベースキャンプのシボレー K10 の RTR が登場しています。ベースキャンプの RTR っていうとですね、これが一番初めに登場しましたよね。これは非ライセンスボディなんで結構値段もねお安くて、コストパフォーマンスに優れた1台っていう印象でした。でその後ですね、実はこのベースキャンプの、RTR で、プロラインのね40周年記念モデルみたいのが出たんですよ。タイヤがハイラックスだったり、ホイールもスチールホイールだったりとかね、スチールじゃないアルミかで、ショックもねプロライン製のいいものがついていたりとかっていう、スペシャルモデルですね。これが出ていたんですが、実は今回出たのはこのスペシャルモデルのダウングレード版ですね。通常版ってことで、ボディは一緒です。色が違うだけ。そういう製品になります。ベースは、ベースキャンプです。なんでシングルスピードで、トランスミッションがね違いますよね。最近ビルダーズキットが出てね、ベースキャンプ、多分これから、SCX-103 はねベースキャンプがメインになっていくのかなって僕は感じています。色は2色展開ってことでね、結構好みが分かれるんじゃないでしょうかね、このスタイルデザインね。僕的にはちょっとあんまり惹かれないです、正直言うと。で価格なんですが、ベースキャンプって言うとねやっぱねなんとなくコストパフォーマンスモデルっていう印象なんで$300台ぐらいの RTR を想像していたんですが、実は$449っていうね、中途半端な価格です。これ売れるんですかね、ちょっとよくわかんないですね。ってことでね、ベースキャンプね、どんどん増えていきますね。おそらくまたね、出てくんじゃないでしょうか。僕的な予想ではですね、もともと SCX-102 で搭載されていたボディ、例えばチェロキーとかね、ウニモグとかね、あの辺のボディの型があると思うんで、あの辺をうまく活用したベースキャンプの RTR っていうのがね、今後出てくるんじゃないかなと思います。チェロキーの RTR 出てほしいですよね。でこれは小ネタで、前もね紹介したんですが、デウォルトのねこの電動ドライバーしばらく使ってみてですね、やっぱこれ超最高っていうのがね分かってきました。でブログの記事にしたって話です。本当にね使いやすいです。これもう僕ねこれ以外の電ドラジコン用途だったら使う気がしないですね。これ壊れても絶対またこれ買うと思います。すぐ壊れたらねちょっと耐久性どうなんだと思ってやめれちゃうかもしれないですが、今のところそんな気配はもちろんないですし、非常に使いやすいんでね、お気に入りの電動工具です。でもし買う人がいたら絶対にこれバッテリー2本タイプを買ってください。バッテリーね容量そんな大きくないので結構すぐなくなります。すぐって言わないかな。キット2台組んだらなくなっちゃうかなぐらいです。でも細かい作業してるとね、割となくなりやすいので、予備があると絶対いいと思います。急速充電ね、早いですけどね、そんな値段も変わんないんで、アメリカの Amazon だとね、$110とかで買えます。そして次はね、こちらね、キラーボディの LC70 ね、ランクル。こちらのキットを、結構前にね、導入したんですが、しかも2つね、中身のチェックをまだしていなかったので、開封してね、こんなキットですよと、これ、カビが生えてるんですけどね、こんなキット。結構作りやすそうだなっていうのが僕の印象です。RC フォイールドライブのトレイルファインダー2とかの、モハベかボディとかに比べると若干、パーツはね細かいですけれども、でもね、これはやりやすそうなボディだなと思いました。
このねキットは、そろそろ作っていきたいなと思ってるんですが、他のプロジェクトがね、また立て込んでいるので、ちょっともしかしたらまた後回しになっちゃうかもしれません。そしてトラクションホビーからね、なんか6分の1スケールのねラリーカーっていうのが出ました。トラクションホビーはね、もともとビッグスケールの RC カーをリリースするメーカーですので、6分の1って聞いてもね、そんなにびっくりはしないんですが、おそらくね、これ7分の1とか6分の1のこの微妙なね、スケールサイズの差っていうのは、ベースになっているね、車種の、大きさが影響しているので、こちらのね、なんか7分の1のね、シトロエンのこのラリーカーのモデルあったと思うんですけれども、おそらくシャーシはこれと一緒なんじゃないかなって僕は想像しています。まだね、詳細あんま出てないんですよね。このぐらいしか出ていなくて、ちなみに、OBL ホビーさんで、12万7800円で販売予約受付中です。詳細がまた出たらね、報告しようかなと思いますが、こんなビッグなね、ラリーカーいかがでしょうか。このライトの部分の作り込みとかが結構ちゃんとしていて、さすがトラクションホビー、スケール RC カー系のメーカーですよね。そして FMS モデルからね、前もね、このブログで紹介したトヨタの、ね、FJ45 のピックアップトラック12分の1スケールのやつですね。こちらのね、赤いモデルが、RTR で追加されました。FMS ってあんまりこのカラー展開後で追加されるってことないんですが、最近なんかスマッシャーだっけ、FCX24 のねモンスタートラック、あれも新色が追加されたりとか、これもね、緑だったんですけれども、もともとこのレッドが追加されてですね、かっこいいですね。これレッドいいですね、これね。この感じとか、12分の1スケールはこの FMS のね、スケールリアリティ重視系の、シリーズで、もう本当クオリティ高い出来栄えなんで、そういうのね、好みな方にはね、結構気になるシリーズかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そしてね、こちらも新製品、RC フォーウィールドライブのね、TF2 に、トヨタのフォーランナーの赤いボディのバージョンですね。こちらがね、追加されました。RC フォーウィールドライブの10分の1のね RTR が追加されるのはね、ほんと久々じゃないでしょうかね。スペシャルエディションみたいな、ほんと超限定みたいなものはたまになんかねプレゼント企画とかでも出てたりするんですけれども、一般的にこう製品化される製品としては本当に久々ですね。これ色違いなんで、もともとですね、この黄色というかクリーム色の製品は出ているんですが、赤いバージョンでね、色違いで出たって感じです。ただしね、若干なんか違ってますね。中身このフェンダーとかがね、ポリカ製のフェンダーが付属されていたりとか、その辺の差があるみたいですが、相変わらずのね、超ハイパースケールで、めちゃくちゃかっこいいですね。そして次はですね、タミヤのね、ワイルドワンオフローダーが、なんと実車になって販売されているという話です。ワイルドワンオフローダーっていうとね、これ、僕らがね、少年の頃、憧れのマシンの一つでした。本当になんか夢が詰まってますよね。いかにもタミヤらしい、ワクワク感とか、そういった夢を与えるタミヤのお得意なね、このデザイン。世界中のね、少年たちが、このね、オフローダー、これ、当時手にしたり憧れたりしてですね、その後の RC ライフにですね、の糧となった。そんな一台だと思うんですけれども、最近だとブロックヘッドモーターズさんのこんなバージョンも出ていますね。これをですね、イギリスのですね、リトルカーカンパニーっていうところがですね、実車として発売しました。フェラーリのね、テスタロッサのジュニアとかブガッティベイビーとかね、なんかそういうね、実車をベースにしたね、ちょっとちっちゃくしたスケールダウンした、実車。実車ですよね。
おもちゃじゃない実車を発売しているメーカーなんですけれども、そこがですね、このワイルドワンオフローダーマックスっていう名前でですね、1分の1スケールのワイルドワンを販売しました。なんとですね、650万円。でもですね、これ、イギリス、あとヨーロッパでの道路交通法っていうのを道路法定に準じた仕様ってことでですね、公道が走れるんですよね。以前も、発売されたらしいんですが、そちらはですね、法律上は公道はアウトだったみたいで、今回はね、その辺クリアにしてちゃんとね発売されているみたいです。いやー、夢がありますね、本当に。こんな動画もありますんでね、気になる方はチェックしてみてください。そしてね、キット開封ブログですね。これはね、エレメントエンデューロビルダーズキットの2ですね。バージョン2の方のキット。これ実はずっとあってですね、まだね、組み立ててないんですが、中身どんなもんかいなということでね、開封した、ブログ記事をアップしました。バージョン1との違いとかはね、ブログの方にも書いてあるんで、チェックしていただければと思うんですが、今現在ですね、リリースされているビルダーズキット系で言うと、やっぱりこれが最高峰じゃないですかね。アキシャルのベースキャンプビルダーズキットも、気になるところですが、コストパフォーマンスという意味でも、中身の仕様としてもね、やっぱこれでしょう。もうエレメントのこれ以外ないんじゃないですかね。ってことでね、迷ったらこれじゃないでしょうか。そしてですね、これは小ネタなんですが、以前紹介したですね、クロス RC のこの化け物マシンですね。重輪車、重輪駆動の、1メートル30センチぐらいあるんだっけ、全長が。このね、ミリタリーというか、架空のね、ものですが、これのね、組み立てキットがなんと OBL ホビーで、取り扱いを始めるそうです。なんかすごいですよね、OBL ホビーさん。もういろんなものをどんどんね、仕入れて、受注なのかもしれないね、これはね。っていうのはですね、これ45万円するんですよ。やばいでしょ。キットですよ。キットで45万円です。これなかなか世界で見ても買う人少ないんじゃないかなと思うんですが、日本でこれ買う人いたらめちゃくちゃつわものですね。その際はですね、ぜひ取材させていただきたいなと思います。そしてですね、最後にですね、紹介する大ネタの一つがこれ。トラクサスのね、ラプター R ですね、フォード F150。10分の1スケールのこのバギーって言えばいいのかな。こちらが登場しました。見た感じこれトラクションホビーの8分の1のね、フォード F150。パッと見ね、ベースの車種が一緒なので思っちゃうんですが、こちらはね、10分の1スケールです。で、大きく違うのはですね、ちょっと後ろの方行くとですね、シャーシがこれなんですよ。これね、スラッシュっていうね、車種があります、トラクサスに。それがベースになっているバギーシャーシなんで、トラクションホビーはね、あれクローラーシャーシ、スケールトラックシャーシなんで、基本的にコンセプトが違うと。で、積んであるメカもブラシレスでね、時速がですね96キロオーバー、60マイルオーバーってことでね、3セルでね、爆速走行させて楽しむタイプのマシンです。このねクオリティですね。ここはもうトラクサスなんで、もう申し分のないボディクオリティ、スケールクオリティですよね。おそらくこれね、最新型の F150 のラプター R だと思います。ラプター R なんで、ただのラプターじゃなくて、その1個上のまたモデルですね。なんだっけ、シェビーマスタングかなんかの、700馬力ぐらいのね、エンジンが積んであるモデルですよね、実車だと確か。超ハイパフォーマンスモデルってやつです。アウディでいう S ではなくて RS みたいなね。メルセデスだとちょっとわかんない。アーマーゲ
アーマーゲーの1個上、いや、アバンギャルドの1個上のアーマーゲーってことなのかな。まあちょっとその辺はあれなんですが、とにかくですね、多分トラクションホビーはこれ、ラプター R ではなくてただのラプターだったはずです。なんでちょっとね、この辺のグリルのデザインとか違うんですよね。この LED、まあ年式の差もあんのかな、これ。ちょっとその辺のね、細かいとこまでは僕ね、実写のこと詳しくないんでわからないんですが、まあとにかくね、車高低いですよね、やっぱね。そしてね、なんかね、タイヤもこれでかくなってます。普通のスラッシュよりも。非常にね、スケール感高くてですね、かっこいいと思います。トラクサスのスケールボディ系って、やっぱ TRX4 とかね、あの辺のクローラーメインじゃないですか。まあ、バギーとかね、その他のものって大体オリジナルボディですよね。でもこのスラッシュベースのこういったマシンにこういうスケール、ハイパースケール、ボディがね、登場してくるっていうのは珍しいことだと思います。このプロスケールシリーズ、まあ、シリーズって言っていいのかわかんないんですけれども、まあ、トラクサスでそのスケールディテールにね、こだわった製品につけられる称号であるこのプロスケールね、LED とかでもありますけれども、そちらの、製品群の一つにもなります。価格がね、529ドルってことで、529ドル95ってことでね、まあ、そこそこするんですけれども、サイズがですね、これね、でかいんですよ、結構。まあ、10分の1なんですけれども、全長がですね、637ミリってことですね。でかいですよね。ホイールベース384。こんな感じですよね。これはでかいです。トラクションホビーの8分の1よりはちっちゃいですけれども、もちろん。10分の1としてはね、やっぱこれかなりでかめの10分の1だと思います。非常に気になる一台ですね。そして最後はね、久々に LCG ネタなんですが、ZOKU っていうね、まあ興味深い、このカタカナでZOKUって書いてあるですね、メーカー、LCG というか、まあシャーシメーカーですね。そちらのまあ製品、メーカーの紹介をしている記事です。こちらのね、ZOKUっていうのはですね、まあ日本カタカナでZOKUって書いてあるんでね、なんぞやと思ってですね、オーナーの方にね、質問してみました。そしたらオーナーの方はですね、なんとアメリカ在住で、サンディエゴに住んでいます。で、メーカーが誕生したのも、サンディエゴです。もしかしてこれ日本人の方がやってんのかなって初め思ったんです。ZOKUってなかなか海外の人この言葉、知らないかな。まあ車好きの方だとね、環状族とかね、そういうやっぱ暴走族とかね、そのあれで族って知ってるかもしれないんですが、なかなかネーミングセンスあるなと思って、調べたんですが、まあアメリカの方でした。で、まあ、日本にですね住んでいたことがあるそうなんですよ。で、まあ、こっからね、ZOKUという名前を取ったそうです。結構いいネーミングですよね。なかなか思い浮かばない。で、まあ、こういうね、シャーシなんですけれども、もともとはこれ、バンキッシュのフェニックスですね。フェニックスの、まあ、コンバージョンというかね、フェニックスのプラットフォームをね、生かすためのシャーシを作った。そこからスタートしたのがZOKUです。なので、まあ、LCG というと、ちょっと、語弊があるかな。まあ、フェニックスの、プラットフォームをよりよく活かすために、作ったシャーシってことで、まあ、こういうね、ボディなんかもね、フェニックスのボディ活かしていて、いわゆるコンペ的なものに、特化したものではない。もちろんそっちに振ることも全然できますけどね。このZOKU、このでっかいロゴ、これいいよね、なんかね。いいと思います。で、僕が紹介したかったのはこれなんです。ベースキャンプ、アキシャルのベースキャンプ用のシャーシキットが出ているんですよ。
アキシャルのね、ベースキャンプはね、今回の動画の初めでも紹介しましたけれども、おそらく僕が予想するに今後のアキシャルのメインの、シャーシはおそらくベースキャンプになっていくんだと思います。そういう意味でですね、今後ね、LCG とかこういったコンバージョン向けのね、製品にベースキャンプ対応っていうのはね、増えてくると思うんですが、今のところね、僕が知る限りはこの属しかないです。結局はここのね、スキットのここのネジ穴の位置が、ベースキャンプのね、トランスミッションに対応してるかどうかなんで、大したことはないんですよ。何に対応、どのシャーシキットに対応してるとかってね、そこまで大きな問題ではないんですが、この辺ですよね。あとリンクの長さとかをちゃんと計算してあって、ちゃんとねこのジオメトリがうまくなるようにね設計されているっていうのがやっぱり、なかなか素人ではできないところかなと思います。ってことでね、こういうのがあるんですよっていう紹介で、族のね、紹介も含めてやったんですが、価格が3万円ってことでね、フルキットなんでね、3D プリントで作ったパーツとかも含めて、安いんじゃないでしょうか、フルキットなら。族、今後もね、ちょっとまだね、誕生したばっかのメーカーなので、製品数とかそんな多くないんですが、今後もね、注目していきたいメーカーの一つだなと思います。ってことでですね、今週は多かったですね。これ収録しての朝なんですけれども、結構大変でした。また来週ですね、やろうと思うんですが、夏休みとかですね、でですね、家族も家にいる機会が多かったりとかしてですね、収録がねちょっとできないこともあったりするかもしれないんで、変則的になるかもしれないんですが、その辺はご了承いただければと思います。それではまた来週。